球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は以前に全く再生されずに YouTube からもいじられたミクラスの動画に続いて、懲りずにウィンダムとアギラの解説動画の方をやっていこうと思います。最新作のウルトラマンデッカーにディメンションカード怪獣として登場するまでのこれまでの彼らの歴史をデュワッと紹介していこうと思います。はい。ではまず、この2体が最初に登場した作品が皆さんご存知、ウルトラセブンです。カプセル怪獣として登場して、セブンが戦えない時とかに代わりに戦ったり、様子見的な感じで先陣を切ったり、セブンのサポートをする役割を担っていました。かなりの高確率でカプセル怪獣たちにもスパルタだったであろうセブンの下で3匹ともよく頑張ったと思います。ウルトラマンレオであるゲンとめちゃめちゃ話が合いそうですね。2体ともミクラスと同じく M78 星雲の出身で、それぞれメタル星とアニマル星の出身で安定のご近所さんです。まずウィンダムは早速の第1話に登場したほか、24話39話にも登場しています。第1話では宇宙ハンタークール星人の円盤軍と戦闘して2機破壊するという無難な活躍を見せました。で、問題はそれ以降の登場回なんですけど、まず24話ではオーロラ怪人カナン星人が乗っている灯台型ロケットに対応してもらうためにセブンはウィンダム出したんですけど、敵に操られてダンに向かって攻撃してしまうという大失態を犯してしまうんですよね。その後セブンとじゃれ合った末にエメリウム光線で正気に戻るや否や敵に攻撃されてダウンしました。メタ的にはいろんな事情があるみたいなんですけど、この回に関しては迷惑しかかけてないですよね。そして39話なんですけど、戦った相手は分身宇宙人ガッツ星人でした。ガッツ星人が相手なら多少ボコられても仕方ないんじゃないっていう方いらっしゃると思うんですけど、この時のガッツ星人、なんと等身大です。等身大のナメプ全開のドヤ顔ガッツ星人に翻弄されまくった挙句、円盤の攻撃で爆死します。完全に死んでるはずです。これはまあ後の作品にもしれっと登場しているので多分死んでなかったんでしょうけど、この時はとても無事には見えません。もしかしたらそれ以降登場したウィンダムは別個体の可能性もあるかもしれません。いずれにしても敵に操られたり等身大の星人に翻弄されたり、強いとは言えないというか、ぶっちゃけてしまえば弱かったですね。でもそんなところがいいところなんですけどね。続いてアギラなんですけど、32話と46話に登場しています。最初に登場した32話では妨害電波のせいで変身できなくなってしまっていたダンに呼び出されてメカニズム怪獣リッガーと戦います。妨害電波を出している施設を破壊するまでの間、リッガーの相手をしてくれ的な感じで頼まれて出てきたはずなんですけど、その施設を破壊した時にダンは巻き込まれてしまって気絶しちゃうんですよね。そのせいで想定よりかなり長い時間リッガーと戦う羽目になってしまいます。しかもこのリッガーはセブンでもまあまあ苦戦するぐらいの強い怪獣なので、アギラにとっては相当厳しい初陣になったことでしょう。やはりスパルタですね。アギラ的にはそもそもここどこの星やねんって思いながら戦っていたかもしれませんね。でもしっかりとご主人様のために時間を稼いで一瞬リッガーを翻弄していた瞬間もあったぐらいなので、十分に仕事をしたと言えると思います。次に登場した46話ではとある理由でウルトラアイが手元になかったウッカリ屋さんのご主人様のせいで戦いに駆り出されます。ちなみになぜウルトラアイが手元になかったかはウルトラアイ紛失集についてまとめた動画を出しているので、そちらをご覧くださいませ。そしてこの時のアギラの相手は偽ウルトラセブンとまたまた強敵でした。出てきたはいいんですけど、見た目がセブンとほとんど変わらない相手だったので、なんで呼び出されたんだみたいな感じで困惑して一方的にボコボコにされます。そして意味がわからんと言わんばかりにふてくされてこのポーズ。はい、かわいい。めちゃめちゃ可愛いですよね。アギラ目線ではいきなり呼び出されて何も悪いことをしていないのに主人にボコられたって感じなので、めちゃめちゃ理不尽ですよね。戦わずに隠れていたんですけど、光の速さで見つかって崖から突き落とされていました。アギラは弱いって思われがちなんですけど、個人的には3体の中ではむしろ強いまであるんじゃないかとさえ思っています。でも平成セブンでは戦力にならないと言われてしまって一人だけはみられて登場できないというかわいそうなことに。しかもそれだけにとどまらず、
ウルトラマンメビウスにも一人だけ登場できないという不遇っぷり。仲間外れにされるって辛いよな、アギラ。一方のウィンダムはしっかりと平成セブンにもメビウスにも登場して、平成セブンではレモ女性系人を追い払ったり活躍もしたんですけど、後にミクラスと共にザバンギという強敵にボッコボコにされて、口から泡を吹いて踏みつけられてしまいます。そもそもあれ生きとったんかい。メビウスではミクラスと同様にマケット怪獣として登場して、主に鉄平の相棒的な感じで活躍しました。マケット怪獣についての説明は前回のミクラスの動画をご覧くださいませ。そしてメビウスではなんとインセクタスという怪獣を撃破するという大活躍を見せたり、ゼットン、パンドン、ブラックエンドの昭和ラスボストリオのデータを拝借してファイヤーウィンダムにパワーアップするなど、これでもかと言わんばかりにアギラと圧倒的な差をつける大活躍を見せました。そんな感じで扱いに圧倒的差がついていた3体だったんですけど、みんなで仲良く登場したのがウルトラ銀河伝説で、この時アギラはドラコ、ウィンダムはサラマンドラを撃破するという大活躍を見せます。今までのカプセル怪獣の戦いっぷりとはまるで別人、いや別獣のような活躍だったので、相当ご主人様に厳しい修行を課せられていたのではないでしょうか。怖っ。その後ウィンダムに関しては M78 星雲出身のウィンダムとは全く別の存在とはいえ、ウルトラマン Z で大活躍したことは記憶に新しいですね。 Z の防衛チームであるストレイジの特空機2号ウィンダムとしてほぼ最初から最後まで登場して、エリマキテレスドンのエリマキをむしり取ったり氷漬けになったり、ギルバリスやらバラバやらデストロドスやらとんでもない強敵たちと戦い散らかしました。あとは2体ともウルトラギャラクシーファイトに出たり、ゲームとか漫画とか派生作品にはちょいちょい登場しているんですけど、本編での活躍は大体こんな感じです。デッカーにはどんな感じで登場してどんな活躍を見せてくれるのか、セブンの4体目5体目のカプセル怪獣の正体ぐらい気になりますね。特にアギラなんですけど、平成セブンでは確か知能が低い扱いだったはずなんですけど、 Z のボイスドラマでは知能が高いとか言われていて、いやどっちやねんみたいな、不遇すぎて設定すら曖昧やないかいっていうね。もはや適当に褒めてるというか、スラムダンクの陵南高校の負けん気の強いコシノみたいな雑に個性をあてがわれている感じがプンプンするので、デッカーではどうなるのか楽しみです。ここまで見ていただいてありがとうございました。アギラの大活躍を願いながら、さよなら。